はスープにします。皿うどんのを煮込むためのスープ、鶏ガラと国産の手羽、それにあとうちは夜が鴨料理の店なので、ある時とない時であるんですけど、鴨肉のサイドの部分だったりとかそういうのも入れたりします。内臓と油を、余分な油を取ってきて、なんで皿うどんにスープがいるかって思ったでしょう。皆さん皿うどんを勘違いされてる方がもう多分9割以上だと思うんです。皿うどんってパリパリあんかけだと思ってませんか？あれは皿うどんができてから30年後ぐらいにできた、パワーがいらない、技術がいらない、時間がかからないっていう皿うどんと同じ具材を使った、時短メニューなんですよ。もともとはあれは正式に言うとチャーメン、炒める麺って書いてチャーメンっていうのが正式名称で、お店によってはあれを揚げそばって言ったり片焼きそばとも言ったりするのはそこですね。本来の皿うどんではないっていうのが分かってらっしゃる方が、そういうふうにあれを皿うどんに、そしてで私は今18タンの鍋を使って、それが1キロぐらいで軽いんですけど、7人前とかになると総重量が6キロとかになるわけです。その鍋をくれるだけの筋力をつけないと、だから私も最初の頃はもう腱鞘炎で腕が痛いとか上がらないとか、私になって13年目ですけど、もう毎日プロテイン飲みながら筋力を落とさないようにとかつけるようにして鍋を振ってます。で今度は水で洗った後はまた75度のお湯を入れて沸かします。海鮮が苦手だっていう人間がいるので、それをほぐして海鮮じゃない皿うどんを作ることができるんで、手羽を。エビのアレルギーのある方がいるので、うちはエビを入れないようにしてます。イカの胴体とか頭のところと、あとはボイルアサリと板ヤガイっていう小柱と、あとちくわと、本来はかまぼこなんですけどね、かまぼこよりちくわの方がなんか焼いてあるんでちょっと香ばしいんで、こっちを使ってここはもう昔ながらの製麺所なので、数も限りがあるので、やっぱりどこの製麺所も高齢化で働き方改革で週3の休みをやらなきゃいけないとか、そういうのがあるんで、本当はここの麺が一番美味しいんですけど、昨日言ったのに作るの忘れちゃったとか、よそに間違えて持ってっちゃいましたとかいろいろそういうことがあったんでそういうのもうちは大体今120人とか130人昼来るんですけど、マックスで160人来たことあるんですけど、だから大体1日170、80玉は大体麺を用意して、使う使わないは別として、キャベツも1日50キロ使うんですよ。でちくわも400本とか、海鮮物だけでも16キロとか使うんですよ。大変です直す場所だけでも大変です。昼を1時15分にしたのはもともと1時前に終わってたんですけど、1時から休憩組のサラリーマンの方たちがもう15分でいいから伸ばしてくれと、そこに走ってくるからってことで1時15分にしたんですけど、それ以上にすると今度夜の営業に間に合わないんですよ。ハイシーズンの時は16時間18時間休憩なしで働いてます。みんな18歳とかでこの世界入るんですけど、自分は大学生活長かったんで、浪人とか留年とか、だからやっぱり人に追いつくためにはやっぱ倍働かないともう追いつかないんです。
来皿うどんっていうのはもうスープが完全になくなる状態まで煮るんですけど、今は少しスープを残して、お客さんもつゆだくっていう人もたまにいますし、女性の方でももうこうやって最後スープをするぐらいの方も結構いらっしゃるんです。で、男性の方になるともう週3はもう普通にいますし、中には週5の方がいらっしゃるんです。今日はこの人とこの人とこの人は来るよねっていうのを思い描きながら麺を焼いております。量もですね、0.8、1、1.2、1.5、2、2.5ってあるんですよ。で、それぞれにまた野菜増しっていうのがあるので。隣で今ラーメン屋さんをしてるところでイタリアンのお店を11年ちょっとやってたんです。初代の最初からこっちの店も一緒にやってくれないかって、こっちの店買わないかっていうお話をいただいて、もう即答でやりますって言ったんですよ。夜の鴨料理に関してはもう最初の1年間はもう言われた通りに昔のまま出してたんですけど、途中で初代の大将がもうお前の好きにしていいって言われたんで、99% 仕入れ先からレシピから全部変えて、それで鴨料理の方も去年なんか食べログの鶏料理部門で100名店に選ばれたりとか、皿うどんも夜の鴨料理もクッキングパパに1回ずつ乗ったんですよ。もう何年前かな、上山敏さんがお昼に来られてからキングパパをここの頭の上に乗せて取材いいって言われてから昼乗せてくれたと思ったら今度夜も食べに来てくれて、で今度夜もいいって言われて、一つの店で2回乗ったお店もないだろうななんて思いつつ、光栄なことですね。うち専用のために作られたような油です。一缶一つ使うんですよ。この油じゃないとなんかもう普通の油使うとなんかギトってしちゃって胸焼けするんですよ。これか、あとは米油で揚げ焼きすると美味しいのができます。4月の1日にその120人とか130人来るようになって、もっと早く提供できないのとか、暑いとか寒いとかいろいろ言われるわけですよ。エアコンの馬力を3馬力から6馬力に上げなきゃいけなくなって買い替え、そしたら今度は外気温が高い時とかは外が暑すぎてエアコンが普通に作動しないという事態も出てきたんですよね。そしたら今度はその室外機をその入り口に近いところなんですけど、3馬力を6馬力にしただけじゃなくて足りなくて、今度は室外機を外気温50何度対応のやつ、外で待ってるお客さんに少しでも進んでもらおうとか、あとは寒い時に待ってもらう人に手を温めてもらおうという意味で布の絞りをちょっと水を含まして渡したんですよ。てか最初はもうそのまま渡したりとかしてたんですけど、絞りも綺麗なのに生臭いやつとか臭いやつとか汚いやつが混じってるんですよね。ウォーマーとかで温めちゃうと1本そういうのがあると全て生臭い魚の匂いがしたりするんで、顔を拭いた時にクサッてなるんで、じゃあと思って今度1日100本ぐらい家内と2人で袋を全部開けて匂いを確かめて、で煮沸をもう1回して、で中和してすすいで、それをまた畳んで、でウォーマーに入れたりとかしてたら、今度は袋に入ってないと汚いってこう言われたり、それでやるのに100杯の2時間の労働力かかってるのに、おしぼり代1人15円とかかかるわけですよ。じゃあもう袋をちょこっとちぎって匂いを確かめて、であとは水分を含ませたりアロマオイルを少しちょっと垂らしたりして、で冷たくしたりあったかくしたりして、顔を拭いてください、手を拭いてください。それでも暑いっていうんで、外に水道を新たに設けて、でミストシャワーをつけて、でそのミストシャワーもカルキを抜くために浄水器を取り付けて、でミストシャワーをしたら今度は携帯が濡れるとか化粧が剥げるっていうんで、今度
傘を用意しました。もう一丁もからです。博多祇園山笠っていうのがあるんですけど、それとかあとどんたくの時とか、そういった櫛田神社に関するお祭りの時につける。今日は山動かないんですけど、明日から山が動くんですけど、締め込みをした、要するにふんどしをした人たちが街中を走ります。檻が代替を送ります。こちらでその種類とかもちょっともう。1.5じゃなくて1.2がいっちゃう。はい。使い方とは違う。
てのテラス。海鮮の味がすごいね。あ、私はいつも来てる。初めて新入社員初めて。めちゃくちゃ美味しいです。柚子胡椒味変ちょっと。うまっ。はい、いらっしゃい。2名様、はい、メニューを先にお願いします。1.2 1.2対1、はい。はい。では、0.8。一番奥のテーブルにお願いします。5番の奥です。私は初めてで4回目ぐらい、家がすぐ近くなんで美味しいちゃんぽん麺なんていうのありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。はい、入る。このお店。うまいよ。ありがとうございます。お待ち1名0.8です。ありがとうございます。3
3時間以上経つと崩れてくるんで濁っちゃうんですよ。まあこせば別ですけど、そのまま使いようってんですね。どうしても肉の破片とかそういうくずみたいなのがで舌触りが悪くなるんですよ。ごちそうさま。ありがとうございます。はい、失礼します。ちょっと塩があるんで気をつけてくださいね。おお、すごい。上品な文化みたいな感じです。うまっ。最高です。最後です。最高です。えぐい。うまっ。事業甘い話に乗らせてくれる。全部2つ L1 つはい結構あるんです一人前が 0.8、1.5 ぐらいでもいいかな。これで全部いってますでマックスがこれですね、 2.5 とか3。おひれだけです。おひれだけです。夜はもう鴨料理のコースのみで、それに付随して食べたい方はお出しするんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は持ち帰り含めて136人でした。